口笛いいよね。いい。ということで今日のテーマは口笛だよ。口笛は英語でホイッスルなんだけど、英語では普通の笛もホイッスルと呼ぶんだ。スタイルにホイッスルと入れてしまうと、口笛ではなく笛になる可能性があるよ。同名詞のホイッスリングをスタイルにすると、笛の混ざらない純粋な口笛になる。今日はホイッスルとホイッスリング、そしてバッドホイッスリングの比較をしてみよう。バッドホイッスリングは下手くそな口笛って意味。具体的にどうなるかは実例を聞いてね。歌と口笛は同時にはならないから、サビの後の感想がどうなるかを聞いてみよう。まずは無難に J-POP でやってみるよ。 J-POP に口笛スタイルを混ぜるとどうなるかな。君と僕の歌、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 3種類の口笛スタイル、それぞれの特徴を聞き比べてもらったよ。ホイッスルは笛にも口笛にもなる。笛と口笛の中間っぽい音が出るよ。ホイッスリングは純粋な口笛の音が出る。音が安定したうまい口笛になるね。バッドホイッスリングは不安定な口笛になる。音程がずれたり音がかすれたりするよ。でも口笛ってそもそも不安定なものじゃん。うますぎる安定した口笛は嘘っぽくもなる。あえて下手な口笛の音にすることでリアル感が増す効果はあるんだ。これを踏まえてまた実例を聞いてみよう。ジャンルが変わると口笛の雰囲気も変わる。バラード、ディープハウス、シンフォニックメタル、いろいろなジャンルで口笛の音を聞いてみよう。君と僕の歌、ビール響け、君と僕の歌、君と僕の
3種類の口笛スタイル、それぞれの魅力と欠点が分かったかな。基本的にはホイッスリングが優秀だよ。口笛らしさと音の安定感を両立できる。でも口笛らしさはバッドホイッスリング、音の安定感はホイッスルの方が強い。ホイッスリングは混ぜる音楽によっては中途半端な音になることもあるんだ。口笛らしくは聞こえないし、かといって笛の音にしては不安定。ホイッスリングがそんな音になっちゃったら他の口笛スタイルに切り替えた方が良さそう。口笛を諦めてホイッスルで安定させるか、バッドホイッスリングで口笛らしさを追求するか、自分がどんな口笛を曲に入れたいのか、好みに合わせてスタイルを使い分けてね。それじゃまたね。